今日なんですけれども、昨日いろいろな打鍵をして遊んでみました。ちょっと遊びの要素が強かったので、今日は私が普段やっている地味めな練習を、ご紹介しながら、また棒手裏剣で遊んでみたいと思います。それと、いつも動画を見ていただいてありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録の方もしていただければと思います。よろしくお願いします。オーソドックスな打鍵の場合なんですけれども、私は2鍵前後ぐらいで練習をすることが多いです。2鍵前後の距離から強く打たずに自分の体の動きなどを確認しながら、余計な手首のスナップは使ってないかなとか、体が余計な動きをしてないかな、そんな動きを確認しながらゆっくりと打つことが多いです。この状態で一度刺さり方を確認します。今割と落ち着いて打ったので、刺さり方としては比較的だいたい揃ってます。ただこれを見て、例えば少し自分のイメージよりも左に曲がってしまったなとか、これに関しては、少しすっぽ抜きはしたんですけれども、この刺さり方してるうちは大丈夫かなと思います。もう少し距離が長くても打てると思いますので、一番気をつけなければいけないのは、回りすぎて上から入ってしまったもの、こういったものがないかなと。ちゃんとできればまっすぐ剣尾が自分の方を向いていることが望ましいです。このように刺さった状態を確認しながらゆっくりと打鍵をしています。基本的に手裏剣の打ち方はこのようなもの。これに対して近い距離から、構えず振りかぶらず打つ練習というのをやっています。近い距離1剣ぐらいの距離からこのまま打つ、つまり反動をつけて物を投げるのではなくて、構えない状態から小さく鋭く突き込む練習、突き込むようなイメージで手裏剣を扱う練習です。このようなものがまず一つ。続きまして、先ほど近い距離から打ったんですけれども、今度は少し離れた距離から同じく構えずに手は下ろしきった状態で打鍵します。つまり構えて打つ気持ちを作ってから打つのではなくて、この状態、なるべくもう体もリラックスをする、この状態から動き出す練習もしています。そうすると体の動き、それからこの手裏剣がどう動くのか、投げるまでの手の動きなどがよく分かるようになります。また力の伝え方、加え方、そういったものが非常によく分かります。今のままだと少し体が打つ体勢を整えてしまったように感じたので、少し改善をする。
自分としてもかなりいい出来でした。このような形で手裏剣の刺さった状態、それから自分の体の状態、そういったものを一つ一つ確認しながら練習をしています。手裏剣の場合なんですけれども、やっぱり使うものは小さく軽いものです。ですので手だけで使おうと思えば使えてしまう。でも手だけで投げても刺さるは刺さるんですけれども、こういった打ち方だとあくまで刺すための運動にしかならないと感じています。ですので、イメージ一つでこういったものっていうのは全く変わります。例えば非常に重かったら、これが1キロ2キロ、もしかしたらもっと重いものであったり、そう思って使うことで体の動き一つ一つが感じられるようになります。もしくはもっと長いもの、例えばこれが5メーターも6メーターもあるような、そんなものを振るイメージ。そうするとまたこれも違ってきます。長ければやはり体の使い方が違う。ここから目標まで届く刀を持っていると思って振ると、また刺さり方は違ってきますし、体の動きも違ってきます。重くて長いものを持っていると、こういったことをするとさまざまな練習ができます。その練習が合っているのかどうか、それは先ほども言ったようにこの剣尾の状態、これで確認をすることができます。これは少しねじれてます。ねじれてないかなとか、まっすぐきれいに入っているかな、こういったものを確認することで自分のイメージだったり練習しようとしていることが正しいかどうかを私はこうやって確認をしています。こんな形で普段非常に地味な練習をしています。こういうのをやった上で、昨日出した動画のようにいろんな形で手裏剣で遊ぶと、そんなことをやってます。練習の大半は割と今やったような、もうほとんど絵にならないようなごくごく地味な練習をすることがほとんどです。ですがこういったものっていうのは非常に大切なものですし、その動きが合ってるかどうかっていうのは刺さった後の結果の刺さり方、手裏剣の刺さり具合が教えてくれると思っていますので、こういった練習を普段は非常に時間をかけてやっています。ということで今日は、普段やってる練習の、ごく一部をご紹介させていただきました。もし動画を見てる方で、こういうふうなことがあって困っているとか、こんなの悩んでるなんてのがありましたら、コメント欄の方に書き込んでいただければ対応の方はさせていただきますので、ぜひ気軽に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、ありがとうございます。本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。しながらゆっくりと打つことが多いです。